もし人間が猿に退化してしまう未来が訪れるとしたら、2005年、舞台はトルコ南部シリアとの国境に位置するハタイ。あの噂は果たして本当なのだろうか。とある民家のリビングへ通されたその男性はイギリスからやってきた進化心理学者ニコラス・ハンフリー。民家の庭先には畑仕事に精を出す男性に木に吊るしたロープに洗濯物を干す女性、そこには田舎特有の穏やかな空気が流れており、一見して変わったところはないように思えていました。少しこちらでお待ちください、あの子たちを呼んできます。そう言って隣の部屋へ向かったのはこの家の主ラジャット・ウラス。彼がその部屋へ入っていくと、その中からはハンフリーがこれまでどこの国でも聞いたことのないうなり声のような言葉がいくつも漏れ聞こえてきました。子供がじゃれて遊んでいるのか。不思議そうに首をかしげるハンフリー。そして次の瞬間、彼の待つリビングへやってきたのは四足歩行で歩く5人の大人たちでした。人里離れた村で暮らす四足歩行の一家。まるで猿に退化したかのように彼らが這って歩くその理由とは。一家の成り立ちは数百万年の時を超え、人類進化の謎を解くヒントになるんでしょうか。おざっす。ルナが可愛すぎて LINE スタンプ作ってみたよ。概要欄に貼ってるかもよ。固定コメントにもあるかもよ。ケンちゃんです。みんな、お正月はお餅の食べ過ぎに注意よ。やみこです。やみこさん、もう年の瀬なんですけど、愛の総決算というところでね。愛の総決算、はい、どういうことどういうこと？可愛すぎてスタンプ作ったんですよ。あ、ルナちゃんね。やっぱもうね、可愛すぎて。うんうん。カメラロール見るの楽しかったよね。子供いないけど、子供いる気持ちってこんななのかなと思ってさ。子供欲しくなっちゃった。子供欲しいね。子供欲しいわな。いろんな考えが巡ってるじゃない、あんたの頭の中に。子供の前にみたいなことがあるんですけど、ルナが可愛いんでね、皆さんもね、たまに気が乗ったらね、彼女来るんでね、ぜひ愛してあげてください。はい、本日ご紹介するのは、トルコの田舎村で発見された非常に奇妙な家族なんです。なんとこの家族、人類の進化の鍵を握っているとも言われているんです。どういうこと？実は未来から来てたみたいな、そういう話？全然逆ですね。なんでなんで？僕らはね、実は数百万年前に猿から進化したと言われているんですけどね、人間っていうのは。実はこの家族ね、そんな人類の進化をね、物語るかのような生活をしているんです。猿に退化した家族。2005年、舞台はトルコ南部シリアとの国境に位置するハタイ。いよいよこの目で確かめる時が来たか。あの医学論文が正しいと認められたなら世界的大発見だからね。のどかな田舎風景の中、車を走らせていたその男性はイギリスからやってきた進化心理学者ニコラス・ハンフリー。同行した科学チームへ興奮気味に語りかけるその姿は、クリスマスプレゼントを開ける直前の少年のようでした。ハンフリーたちがこの村へ訪れたのは、トルコ人科学者の論文に書かれていたある事実を確かめるため。ハンフリー教授、到着しました。ここが例の家族の家です。ありがとう。やっと彼らに会えるんだな。そうこうしているうちに科学チームの車がたどり着いたその場所に立っていたのは、古びたレンガ造りの一軒家。周辺には畑仕事に精を出す者、洗濯物を干す者などがおり、家族に特に変わった様子はないように見えていたのですが、ようこそお越しくださいました。どうぞ中へ入ってください。ハンフリーたちにおもむろに声をかけたのは60代くらいの男性。彼はこの家の主ラジャット・ウラス。18人の子供を持つ大家族の父親でした。大家族の話とかもまさにビッグダディ。ビッグダディだね。18人はね、なかなか聞いたことないわね。なんかもう18人の家族見たことないよね。ねただね、この家族が秘めていた秘密っていうのはね、大人数であることじゃないんですよ。別にあるんです。そうなの？一体どんな秘密なんでしょうか。その後、ウラスの家のリビングへ通されたハンフリーたちの科学チーム。子供たちを呼びますので、こちらで少しお待ちください。ラジャットは一言そう言い残すと、隣接した子供たちの部屋へ向かいます。すると、壁越しに聞こえてくるのは、まるで動物がうなっているかのような奇妙な話し声。それは到底言語とは呼べないものでしたが、子供たちは確かにコミュニケーションをとっている様子。ハンフリーはあまりに奇妙なその状況に首をかしげながらも、彼らが現れるのを待ちました。そしてその声はだんだんとリビングに近づいていき、ついに扉が開かれます。そこにいたのは四足歩行で歩く5人の大人たちでした。手のひらを地面につけ、腰を高く上げたまま次々に部屋に入ってくる兄弟たち。見たこともないその光景にハンフリーは思わず息を飲みます。噂は本当だったのか。四足歩行？わざとやってるわけとかではないわよね、もちろん。わざとじゃないですよ。本当にこの兄弟はね、四足歩行しかできないって言うんですよ。本当？
実は裏助の存在は彼らが人目にさらされると研究の妨げになるとされ、1年間は機密保持されていました。そのため兄弟たちが四足歩行をする理由はこの時まだ何も分かっていない状態。もし彼らが本当に退化してしまったのだとすれば、科学者としては一世一代の大発見となります。4人の女性とフセインだけが常に四足歩行と、兄弟たちの様子をつぶさにメモに残していくハンフリー。そして兄弟の中でも特に退化の症状が重かったのが28歳のフセインでした。村の子供たちに向かい興奮した様子で何かを叫ぶフセイン。彼の筋力は著しく発達し、四足歩行で何キロも歩くことが可能。手のひらの皮は足の皮と同じくらい分厚く、まるで野生動物のようなその姿から村の子供たちは完全に彼をバカにしていました。そう、兄弟たちはこの退化の影響で村からのけ者にされ、普通に社会生活を送ることも困難。18歳から34歳の5人の子供たちはその他の兄弟や両親のサポートでなんとか暮らしている状態だったんです。何よりハンフリーが気になったのは兄弟たちが話している奇妙な言語について。彼は当然5人の兄弟に話しかけようともしました。しかし、君たち今年は何年かわかるかい？ 80、90、動物、7月だ。いいえ。ハンフリーの質問に対して要領を得ない回答を繰り返す兄弟たち。彼は玄関に置かれていた赤い靴を指さし質問を続けます。ではこれは何かな？それはトマト。そう、5人兄弟の言語能力は通常の成人とは大きくかけ離れていました。彼らが使用できる単語の数はなんと100語以下だったのです。これもう本当に退化したみたいになってるじゃないの。どういう理屈なのこれ。この兄弟をね、発見した科学者はね、その兄弟の特徴に次のような名前を付けてるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、ユネルタン症候群について。ユネルタン症候群とはトルコの進化生物学者ユネルタンが名付けた裏助の得意な遺伝子兆候のこと。その特徴は四足歩行、時間や空間の概念がない、独自の言語で話す、屈強な腕や足の筋肉、姿勢の特徴が類人猿とほぼ合致するなど。タン博士は研究の結果、裏助の遺伝子は進化に逆行する指令を出しており、対抗進化を促してきたと結論付けているんです。もしこの説が正しければ、兄弟たちは原始時代の段階に退化していることになり、人類学でこれまでにない発見となるんです。退化を促す遺伝子って一体何のためにあるの？普通に生活に困ってるしさ、なんか意味ある？兄弟がね、なぜ退化したのかをね、知る前に、そもそも人類はなぜね、二足歩行になったのかっていうね、まずそこからなんですよ。というわけで続いてはね、そんな人類の進化の理由をね、紐解いていきます。直立二足歩行への進化。地球上に最初の生命が誕生したのは約40億年前。そこから生物は進化を繰り返し、様々な種類に枝分かれしてきました。そしてアフリカにいた人類の祖先、すなわち猿人は約400万年前には完全な直立二足歩行になっていたとされています。この直立二足歩行は人間だけが手に入れた独自の進化。チンパンジーやカンガルー、鳥類、恐竜など二足歩行をする動物は多く存在しているように見えますが、そのほとんどは人間のようにまっすぐ立つことができません。一見して直立しているように見えるペンギンでさえ、体に隠れた部分で膝を曲げた状態で歩いているんです。ではなぜ人間だけが直立二足歩行に進化できたのか。一説にそれは木の上で生活していた時期に得た柔軟な関節のおかげだとされています。人間が直立できる理由は、その他の動物に比べて股関節が柔らかいため。四足歩行の動物は足を前方に上げることも後ろや横に動かすこともできません。柔軟な股関節を持たない彼らにとって直立二足歩行は非常に困難な動きなんです。そっか。直立二足歩行ができるのは人間だけ。まあでもなんかよくよく聞いてると、木の上で生活してたらさ、股関節の柔軟性が上がってみたいな話でしょ。他の動物でもいそうじゃない？直立二足歩行っていうのが人間以外では合理的とはね、言えない進化だったんですよ。人間以外の全ての動物が直立二足歩行に進化しなかった理由は至極単純。直立二足歩行は四足歩行に比べて走るのが遅く、自然界では天敵から逃げ遅れてしまうため。ではなぜ人間は危機回避の方法を捨ててでも直立二足歩行の進化を選んだのか。このことには諸説あるのですが、最も有力とされているのが物を運ぶようになったためという説。直立二足歩行は四足歩行やその他の二足歩行に比べ物を運ぶという点で最も長けているんです。人間は進化の過程で様々な道具を使うようになったため、その他の動物に比べて直立二足歩行へ進化する方が利点が大きかったんです。そして直立二足歩行は人間が両手を巧みに使い脳を高度に発達させる一助となりました。この点が人間がその他の動物と違い文明を持つようになった最大の理由とされているんです。
まあまあわかりました。人間が直立二足歩行になったのは道具扱ったり手でねやることが増える、物運ぶみたいなことだったと思うんだけどさ、それにしてもなんで浦須兄弟は四足歩行に戻ったのっていう、そこは未だに疑問よ。そうですよね。彼らはさ、自然界でね、何か他の天敵から逃げ回る生活をしていたわけでもないですし、実はですね、この兄弟が四足歩行をする理由は人類の進化とはまたね、別の理由としてね、考えられているんです。大化の真相。なぜ浦助の5人兄弟は四足歩行をするのか。その理由についてドイツの科学者は両親から受け継いだ遺伝子異常を指摘しています。実のところ5人兄弟の父ラジャットと母アリスはいとこ同士、近親婚の彼らが子供たちに血管のある遺伝子を伝えた可能性は十分にありました。この点に着目したハンフリーの科学チームは5人兄弟を MRI 検査にかけ脳の状態を詳しく調査すると、彼らは首、肩、腹部、体幹などの動きを制御している小脳チューブが縮んでしまう障害を持っていると判明。しかしそこからリーダーのハンフリーが出した結論は、それらの障害だけが歩行の妨げになっているわけではないというものでした。そう、兄弟たちと同じ障害を持つ子供でもきちんと歩き方を学ぶ機会があれば直立二足歩行をすることは可能。何よりの問題は5人兄弟を育てた生育環境にあったんです。それは今から20年ほど前。じゃあ畑に行ってくるよ。5人兄弟の父ラジャットはその日いつものように畑仕事へ出かけた。まだ幼い兄弟が這いずり回るその家の大人は母アリスだけの状態。当時8歳のフセインは母アリスの足元にまとわりつき何かを訴えるが、大家族を抱えて大忙しのアリスには彼に構う暇などなかった。ごめんね、今忙しいの、あっちで遊んでおいで。母親に相手にされなかったフセインはやむを得ずその場を去っていった。その後彼は庭で飼っていた犬のバリスと遊んでいたが、遠くから飛んできた石ころに顔を歪めるフセイン。お前なんで犬みたいにしか歩けねえんだ、気持ち悪いな。そう、10歳近い年齢になったフセインが赤ん坊のように四つ足で這い回るその姿は誰の目にも異様なものだった。村の子供たちはそんな彼に容赦なく石を投げ続ける。石を投げられるのは悲しい。しかしフセインにはどうすれば他の子供たちと同じように立って歩けるようになるのかがわからなかった。そう、進化心理学者ハンフリーの見立てによると、5人兄弟が四足歩行をしている本当の理由は、彼らに歩き方を教える大人がいなかったから。5人兄弟は遺伝的な障害こそ持っていたものの、それで猿に退化するなどということは現実的には考えにくいことでした。人間は通常生後9ヶ月頃になるとハイハイを卒業して立ち上がろうとします。この時に大切なのは安全に捕まり歩きができる環境を整えたり、赤ちゃんが歩くのを支えたりなどの親のサポート。大家族を抱える浦助にはそうやって子供が立ち上がれるようになるまで支えられる大人がいなかったんです。障害を持っていればなおのこと、彼らが何のサポートもなしに立ち上がれるようになるはずはありませんでした。大勢家族を抱えてね、こんな一人一人お世話する時間もないみたいな、あとはもうその時代の一般常識みたいなのもあるとは思うんだけどさ、石投げつけられたりしていじめられてるわけだから、どうにか歩かせようみたいなさ、そんな考えはなかったわけ。この両親もまさか四足歩行の理由が生育環境によるものだっていうのは、そのこと自体を気づいてなかったから、どうにもこうにもね、こうしたら改善するだろうっていうことすらも浮かばなかったんだと思いますよ。その後ハンフリーの科学チームは5人兄弟の歩行を促すため理学療法士の指導のもと歩行器を使った訓練を実施すると、驚いたことに二足歩行などしたこともなかった兄弟たちがたった数時間のトレーニングで歩行器を使った歩行ができるようになったというんです。さらに科学チームはいつでも歩行訓練ができるように庭に平行棒を設置。特に重い症状を持っていた28歳のフセインでさえも数ヶ月の訓練を経て現在は普通に歩けるようになっているといいます。四足歩行の奇妙な姿のせいでこれまで社会への順応が不可能だった5人兄弟、2本足で歩けるようになったことで今後彼らの生活が好転していくことを願います。一時は人類学史上一世一代の発見とも言われた浦助の5人兄弟。しかし蓋を開けてみればその原因は呆れてしまうほど人間として当たり前の部分にありました。超自然的なものを否定するわけではありませんが、まずは身近なところから問題に向き合っていくことが物事の解決の一番の近道なのではないでしょうか。